天聖光天。昔々、山深い片田舎の小さな村に、鶴という名の16歳の少女が住んでいました。村の人口はわずか80人。鶴は学歴も地位も名誉もない普通の家に生まれた普通の少女でしたが、都会での新しい生活を夢見て村を後にしました。都会に着いた鶴は、ある清掃会社で働き始めました。慣れない環境に戸惑いながらも、彼女は懸命に働き続けました。ある日、鶴は仕事帰りに道端で小さな鳴き声を聞いた。振り返ると、そこには痩せ細った子猫が震えていました。鶴はその大きな瞳に引き込まれ、何とかして助けたいと思ったが、ポケットの中にはわずかな小銭しかありませんでした。その時、鶴は幼い頃におばあちゃんから聞いた伝説を思い出しました。それは、魔法の楽器を弾けば動物を治療してくれるという魔法の動物病院の話でした。鶴はその伝説を信じ、夜の森へと足を踏み入れました。木々の間を進むと、冷たい風が彼女の方を撫でました。突然、遠くから不思議な音楽が聞こえてきました。音楽に導かれるように、鶴はさらに奥へと進みました。森の奥深くで不思議な音楽が聞こえてきました。音楽に導かれるように進むと、そこには古びた外観の小さな家が現れました。そこがまさに伝説の動物病院だったのです。中に入ると明るく不思議な空間が広がり、多くの動物たちが治療を受けていました。鶴が病院に到着すると、テルコという名の獣医師が子猫の状態を確認しました。子猫は瀕死の状態で、息も絶え絶えでした。テルコは鶴に、この子猫を救うには、特別な魔法の楽器を使わなければならない、と告げました。鶴は病院の奥にある部屋に足を踏み入れました。そこには古びたハープが静かに佇んでいました。テルコは微笑みながら、このハープを弾いてみて、とだけ言いました。鶴は緊張しながらも、ハープの弦に指をかけ、心を込めて弾き始めました。すると、ハープから美しい音色が響き渡り、部屋全体が柔らかな光に包まれました。その光は子猫の体を優しく包み込み、子猫の傷がみるみるうちに癒えていきました。鶴はその光景に驚きと感動を覚えました。やがて子猫は完全に回復し、元気に跳ね回るようになりました。テルコは鶴に、この子猫はただの猫ではない。彼は特別な力を持つ存在だ、と告げました。子猫は鶴の足元にすり寄り、優しく鳴きました。その瞬間、鶴の体に暖かい光が包み込みました。目を開けると、子猫は彼女に瞬間移動の能力と相手の心を読む能力を授けていました。その後、子猫は元の世界に帰ることになりました。鶴は別れを惜しみながらも、子猫を見送りました。子猫が帰った先は、実はその国の支配者の一族のもとでした。子猫はその一族の中でも特に重要な存在であり、彼の帰還は国中に喜びをもたらしました。鶴は瞬間移動の能力と相手の心を読む能力を手に入れたことで、都会での生活が一変しました。彼女はこれらの力を使って世間の悪を見抜き、
真の善人を見つけ出すことを決意しました。ある日、鶴は町で正義の人として知られる有名な慈善家デーデー氏のイベントに参加しました。彼は多くの人々から尊敬され、信頼されていましたが、鶴が彼の心を読んだところ、彼の内面には冷酷な計画が隠されていることが分かりました。デーデー氏はかつて理想に燃える若き慈善家でした。しかし、次第に権力と金銭の誘惑に負け、寄付金を私利私欲のために使うようになってしまったのです。一方で、町の片隅でひっそりと暮らしているホームレスの男性タカシがいました。彼は周囲から信用されず避けられていましたが、鶴が彼の心を読んだところ、彼は実は多くの人々を助けるために自分のすべてを捧げていたことが分かりました。タカシはかつて大企業の副社長として成功を収めていました。しかし、会社の不正を目の当たりにし、正義感からそれを暴露したために全てを失い、今では町の片隅でひっそりと暮らしているのです。鶴はこの事実を公にするために行動を起こしました。彼女は夜の闇に紛れてデーデー氏のオフィスに瞬間移動しました。彼の机の引き出しを開けると、そこには不正の証拠が山積みになっていました。鶴はそれらを慎重に集め、翌朝メディアに提供しました。ニュースが流れると、デーデー氏の悪事が一気に暴かれました。一方で、タカシの真実が明らかになり、彼は再び人々から尊敬されるようになりました。鶴は瞬間移動と心を読む能力を駆使して都会での生活を続けていました。彼女は多くの人々を助け、真の善人を見つけ出すことで次第に周囲からの信頼を得るようになりました。ある日、鶴は町の広場で大規模なイベントが開催されることを知りました。そのイベントは町の未来を担う重要な会議であり、多くの有力者が集まる予定でした。鶴はこの機会を利用して、さらに多くの人々を助けることを決意しました。イベント当日、鶴は会場に瞬間移動し、会場内を見渡しました。そこには町の運命を左右する重要な決定を下すために集まった人々がいました。鶴は心を読む能力を使い、彼らの本心を探りました。その中には、表向きは善良な代表を装っているが、実際には陰で悪事を働いている者たちがいました。鶴は彼らの計画を暴露するために証拠を集め始めました。彼女は瞬間移動を駆使して会場内外を行き来し、必要な情報を手に入れました。一方で、鶴は会場の片隅でひっそりと佇む一人の老人に目を留めました。彼は誰からも注目されず無視されていましたが、鶴が彼の心を読んだところ、彼は実は町の未来を守るために尽力している真の英雄であることが分かりました。老人はかつてこの町を救った伝説の戦士であり、今もなお陰ながら町を守り続けていたのです。鶴は老人と協力し、悪事を働く者たちの計画を阻止するために動きました。彼女は瞬間移動を使って会場内の重要な場所に証拠を配置し、メディアに情報を提供しました。やがて悪事を働く者たちの計画が暴かれました。この老人は実は仙人アリンでした。仙人アリンは鶴に感謝し、
彼女にさらなる力を授けました。それは未来を見通す能力でした。鶴はこの新たな力を使ってさらに多くの人々を助け、町の未来を守るために尽力していくことを誓いました。ある日、鶴が助けた子猫から突然特別な贈り物、真実のキーホルダーが届きました。これが後日大活躍することになります。鶴の冒険はまだまだ続きます。彼女はこれからも魔法の力を使って多くの人々や動物たちを助け、真の善人を見つけ出すために旅を続けていくのでした。鶴は真実のキーホルダーを手に入れたことでさらなる力を得ました。このキーホルダーは持ち主が真実を見抜く力を与えるものでした。鶴はこの力を使って町の平和を守るために新たな冒険に出発しました。ある日、鶴は町で奇妙な噂を耳にしました。最近、町の人々が次々と失踪しているというのです。鶴はこの事件の背後に何か大きな陰謀があると感じ、調査を始めました。鶴は真実のキーホルダーを使い、失踪事件の真相を探るために町中を歩き回りました。キーホルダーが光ると、鶴はその場所に隠された真実を見ることができました。彼女は次々と手がかりを見つけ、ついに事件の黒幕である影の組織の存在を突き止めました。影の組織は町の人々を誘拐し、彼らの能力を悪用していたのです。鶴はこの組織を壊滅させるために仲間たちと共に立ち上がりました。彼女の仲間にはかつて助けた鷹や町の未来を守るために尽力している老人も含まれていました。鶴たちは影の組織のアジトに潜入し、組織のリーダーである黒影と対峙しました。黒影は強力な魔法を操り、鶴たちを圧倒しましたが、鶴は真実のキーホルダーを使って黒影の弱点を見抜きました。鶴は瞬間移動の能力を駆使し、黒影の攻撃をかわしながら仲間たちと連携しておののいました。彼女は黒影の心を読み、彼の過去の悲しみや怒りを理解しました。鶴は黒影に対して彼の心の闇を癒すための言葉をかけました。黒影は鶴の言葉に心を動かされ、ついに戦いをやめました。彼は自分の過ちを認め、影の組織を解散することを決意しました。鶴たちは町の平和を取り戻し、失踪していた人々も無事に帰還しました。鶴は真実のキーホルダーの力を使って多くの人々を救い、町の未来を守ることができました。彼女の冒険はまだまだ続きます。これからも鶴は魔法の力を使って多くの人々や動物たちを助け、真の善人を見つけ出すために旅を続けていくのでした。